こんにちは、嫁猫です。今回はサワードゥブレッド作りに必要なサワ種を作ります。今回少し長い動画になりますが、初めての方は特にサワ種について知ってから作り始めてもらいたいです。サワ種を使ったパンは難しいと思われている方が多いですが、実際にはとてもシンプルな工程です。ではなぜそう言われてしまうのか、サワードゥブレッド作りの成功の鍵を含めて分かりやすく説明していきます。今回の流れはこちらです。サワ種のことを知ってパワーのあるパン種を作りましょう。それでははじめに、一般的にパン作りというとこのようなイーストを使ってこういった軽めのふんわりとしたパンやこういった軽い系のフランスパンも焼くことができますが、このようなもう少し重めのパンやライ麦粉を多く含んだパン、味や香りの濃いパンを焼きたいという方はぜひサワ種を作ってみてください。それではサワ種についてです。ではここでイーストでライ麦パンを作ればいいのではと思うかもしれませんが、作れないこともないのですが、例えばこういった強力粉をメインにライ麦粉を 10% とか 20% ぐらい配合する程度なら生地は問題なく膨らみますが、こういったライ麦粉が高配合のパンを作ろうとしたとき、イーストで仕込むと生地がうまく膨らみません。一見膨らんでいるように見えてもどこか力強さがなかったり、焼成中に焼き縮みしてしまいます。そこで使うのがこのサワ種です。サワ種を使うとライ麦粉が高配合でも生地を持ち上げてくれる独特のパワーがあります。ここで上の2種類のサワ種からもわかるように、サワ種は1種類ではありません。全粒粉だけで作ったり、ライ麦粉だけで作ったり、強力粉を混ぜたりと自分好みのサワ種を作ることになります。個人的には初めてサワ種を作る方はライ麦粉をメインに強力粉や全粒粉を混ぜることをおすすめします。またサワードゥブレッドはほのかな酸味があるのが特徴です。そして難しいと思わないための大切なポイントがあります。それは一般的な作り方、人のレシピにとらわれないことです。これがどういうことかというと、サワードゥブレッドに多くあるレシピで、粉の量に対してサワ種を 20% 使いましょうという作り方が多くありますが、もちろん 20% でもいいのですが、20% でなければいけないということではありません。むしろ初めての方はもっと多く入れた方が安定的に作れます。ちなみに私の動画では25から 35% くらいの量を使うことが多いですが、少し量が変わったからといって特に気にすることはありません。サワードゥブレッド作りの成功の鍵は種の量ではなく、種のパワーがあるかどうか、そしてその種を使って仕込んだ生地の発酵がしっかり取れるかどうかがかなり重要です。この重要ポイントについてはまた後の作り方で説明します。上の写真からもわかるように、種はたくさん使ってもいいし、1種類の種にこだわる必要もありません。種の組み合わせ、使用量など可能性は無限大です。それでは次に進みます。なぜ難しいと言われるのか。ざっくり言うとこの3点になります。それでは時間がかかることについてですが、サワードゥブレッドは思い立ったらすぐに作れるものではありません。このサワ種を作る必要があります。このサワ種は1週間くらいかけて作ることができます。完成した後の管理についてですが、種の完成後は冷蔵庫で保管することになります。継ぎ足しを繰り返すことで、この先何年もずっとサワ種を使ったパン作りを続けることができます。ただしここで一つお伝えしたいことがあります。先ほど言ったようにサワ種は継ぎ足しで管理していくものなので、今回1個だけサワードゥブレッドを作ってみたいという方には不向きかなと思います。もちろんやってみてもいいのですが、
サバ種の作り方によっては1個目に焼くパンが理想系の味やボリューム感にならないことがあります。そこがサワードゥブレッドの悩ましいところというか、むしろそれが面白みではあるのですが、こういったパンを継続して作っていきたいという方に向いているパン作りではあります。それでは次に進みます。作り方がいろいろあって迷うということについてですが、サワー種は粉と水を混ぜて発酵させる、そこに再び次の粉と水を混ぜて発酵させるということを最低5、6回は繰り返してできるのですが、1回に使う粉の量が 20g と書いてあるものもあれば 150g とか、多いものは1回に 300g 使いますとあるんですね。20g と 300g の違いって何と思いませんか？昔の私はたくさんの粉を使うのはもったいないと思ったし、それにどんな意味があるのかもわからなかったので、それは少なく済むのであればそちらにしたいと思って少しの粉量、当時は1回 20g で作り始めたのですが、これには意味があって本当にどちらも正解なんですね。というのも多くの粉を使って作ればより発酵力の強い安定的な種ができるので、その種を使えば1回目に焼くパンからボリューム感のあるパンが焼けますが、その分種を作る過程でかなり多くの種を捨てることになります。捨てるってどういうことということについては後のスクリーニングのところでお話しします。逆に昔の私のように少量の粉で始めると捨てる種は本当に少ないですが、乳酸菌や酢酸菌のバランスが不安定だったり、発酵力はあっても多くの粉で作ったものには劣っているため、初めに焼くパンはボリューム感に欠けた重めのパンになります。種が軌道に乗るまでは少し不安定なパン焼きが続くでしょう。当時を振り返ると子どもたちには硬いとか酸っぱいとか結構嫌がられていたので、粉量に関しては自分がどちらを優先するかで決めてください。続いて温度管理ができる環境が必要ということについてですが、サワードゥブレッドが難しいと言われる要因の一つに生地の温度管理があります。サワ種作りでは約28度での管理をお勧めしていますが、人によっては20から25度とか25から27度で管理しましょうとか、結構開きがあります。どれも間違いではないと思いますが、私の感覚では20度ではさすがに低すぎるような気がします。本当に発酵が進むのか少々疑問に思うのですが、これがサワードゥブレッドです。10人十色の作り方があります。先ほど28度での管理と言いましたが、ではどうやって管理するのかというと、寒い時期はこういった発酵機を使います。逆に夏場は発酵機は使わず室温で管理することができます。もちろん気温は常に28度ではないので、26から高くても30度くらいまでなら室温で管理して、真夏など高温の場合は近くに保冷剤を置くなどして発酵が早まりすぎないようにします。管理温度は理想が28度ということであって、なんとなくその季節に合わせて基準を28度にして、それより低ければ発酵時間は長く、高ければ早くなるといった具合で生地を管理します。また発酵機は絶対必要ということではありませんが、約28度というとオーブンレンジの発酵機能ではあまりない温度帯です。また管理する時間は作り始めの頃は何時間どころか1週間くらいはその温度の場所に置いておくことになります。特に冬場にサワ種作りを始めようとした場合、家の中に暖かさをキープできる場所があればいいですが、ない場合は発酵機の使用をお勧めします。発泡スチロールで管理しようとすればできなくもないですが、冬場は発酵機の方が断然管理は楽になるでしょう。それでは使う粉についてです。こちらは私がここ1年ほど全粒粉でついでいるものですが、こちらのようにライ麦粉でもサワー種はできます。むしろライ麦粉で作った種は非常に安定していて、初めてサワー種を作る場合はライ麦粉をおすすめします。またライ麦粉は細引き、中引き、粗引きなど
粉の引きの粗さ別に売られていることがありますが、引きの粗いものの方が変化が目に見えて分かりやすく簡単に作ることができます。ちなみに私はこの中挽きの粉を使って当時種を作りました。ただし引きが粗いということは、このように茶色の皮が入ったような生地になります。作りたいパンが粉の粗挽き感のない滑らかな生地の場合は、細挽きのライ麦粉や全粒粉を使ってください。先ほども言ったようにライ麦粉がおすすめですが、それは絶対ではなく、ライ麦粉 80% に強力粉 20% を混ぜたり、半々にしたり、全粒粉 100% で作るとか、いろいろな方法があります。注意点としては昔の経験談になりますが、普段使っていなかったメーカーの細挽きのライ麦粉で継いでみたところ、急激にパワーが落ちたことがありました。またこの全粒粉も非常に使いやすいと感じますが、これもまた違うメーカーの全粒粉として売られているものを使ったところ、うまくいかなかったことがありました。そういった場合、粉がダメということではなく、種との相性が悪かったと理解して、種作りには使用しないが仕込みの粉の一部として使ったり、イーストのパンに使ったりして無駄なく消費していきます。そういったことから同じ名前で売られていても、全て発酵力は同じではないことを頭に入れて、もしもうまく発酵が進まないという場合は、粉を変えてみるのもいいかもしれません。それでは次に進みます。スクリーニングについてです。沢種作りにおいてスクリーニングというのはとても重要な作業です。これは何かというと、選別という意味があって、種の良い部分を次に引き継ぐというものです。どういうことかというと、後の作り方にも出てきますが、種を作るときに粉と水を混ぜて1日か2日くらいそのまま置いておきます。その1日2日置いておいた種に次の材料を混ぜていくのですが、やはり先ほどの種は長時間空気にさらされているので、特に上の表面部分は酸化しているというか、決して良い状態のものではありません。なのでこの上の部分をすくい取って廃棄して、中心部分や底の良い部分、安定した部分だけを使って次の粉と水を足していきます。それではどれだけすくい取るのというと、これまたいろいろな考え方があって、うっすらと表面だけをすくい取ってもいいし、半分ぐらい取り除いたり、半分どころか大さじ1杯分ぐらいを残してあとは廃棄するといった方法もあるので、本当に絶対のルールはなくて、自分がどのやり方が好きかということになります。ではこのスクリーニングする作業をいつまで続けるのかというと、種が完成する1週間くらいの間です。勢いがついた完成後の種は種を取り除く必要はなくなります。冷蔵庫で保管して残った種に必要分の新たな粉と水を加えるといった具合で管理は非常に楽になります。ここまで来ればほぼ安心です。これでパン焼きを始めることができます。ただし沢種は使わないとパワーが落ちていきます。何日も使っていなくて種に元気がなくなってしまった場合や、もっとボリューム感や勢いが欲しい時だけスクリーニングをして種のパワーを強めていくということになります。ちなみに私は一度の仕込みに 60g の種を使うことが多いのですが、そうするとこのくらい種が残るんですね。次の日かその次の日にまたパンが焼きたいときは、この残った種に粉と水を 30g ずつ、計 60g 加えて育てれば元気のある生地が仕込めますが、例えば4日とか1週間とか使っていなかった場合、同じように冷蔵庫から出して粉と水を 30g ずつ加えても前回と同じような勢いでは育ってくれません。種は粉と水を足すこと、餌やりということをしていないと発酵力が落ちていってしまいます。うまく焼けなかったという方の原因のほとんどがこの沢種のパワー不足だと予想できます。種を使っていない場合、2、3日に一度ほど少量の餌やりをして種の発酵力を落とさないようにするのが理想です。また餌やりをしていても種に勢いが今一つ感じられないときは、スクリーニングをして種を取り除いて
新たにフレッシュな材料を加えます。2、3時間で2、3倍の高さに育つ勢いの種になってから仕込みを始めてください。パワーの落ちた種を使うと失敗しやすいので注意をしてください。失敗が続くと結構辛いものです。それではサワー種の作り方です。ようやく本題のサワー種作りに進みます。まずはじめは材料です。先ほどもお話ししたように、この粉量はもっと少なくても多くてもどちらでも構いません。また粉と水の割合は基本は1対1ですが、私が使っているこの全粒粉の場合、1対1だと少し緩く感じるので、水を少しだけ減らすようにしています。1対1にこだわる必要はないということを知っておいてください。次に道具です。瓶とヘラですが、こちらは煮沸消毒しておいてください。ただし、いろいろな作り方を見てみると、消毒したものを使うどころか、素手で練って作る方法もあるので、情報はいろいろあるということを知った上で作ってみてください。また瓶のサイズですが、大きすぎず小さすぎないものを使ってください。スクリーニングで取り除く量にもよりますが、約3、4倍の高さに膨れ上がっても溢れ出さない程度の大きさがおすすめです。それでは始めましょう。まずは1回目です。瓶に1回目の材料を入れ、先ほどのヘラを使って空気を含ませるようなイメージで混ぜ合わせます。この時の水ですが、水道水の浄水で結構です。混ぜたら軽く蓋をして12から24時間置いておきます。12から24時間、この時間の開きは何かというと、サワー種は材料を混ぜて発酵したものに次の材料を加えて再び発酵させるということを最低5、6回繰り返してパワーを強めていくという作り方です。1回目の粉と水を混ぜて約28度で放置しておくと、何かプツプツとこのような気泡が入ってきます。この気泡が重要で、12時間置いても気泡が入るどころか変化がないことがあります。全く何も起こっていないということではないのでしょうが、それでも目に見えて変化のないものに2回目の材料を足しても勢いよくは育ってくれません。なので12時間経っても変化がないときは、気泡が確認できるまでひたすら待つということになります。また粉の引きが粗いほど気泡は見えやすくなります。引きが細かい粉の場合は大きな気泡は入りにくく、一回りくらい大きくなって細かな気泡が入れば OK とします。それでは2回目です。ここでスクリーニングをしましょう。1回目の種の上半分ぐらいを取り除いて2回目の材料を加えます。この時に使うヘラですが、熱湯をかける程度のものを使っています。ヘラや保管容器について毎回の熱湯消毒が必要かというと、私の場合サワー種を作っている約1週間はヘラの簡単な消毒はしていましたが、完成後からは普通に洗ったものをそのまま使っています。また瓶については新しい材料を加えるタイミングで新しい瓶に変える方もいますが、私の場合はそのまま使っています。ちなみにサワー種を初めて作るこの段階では瓶を使用していますが、種の完成後はこのようなプラスチック容器で保管しています。別に瓶のまま保管してもいいのですが、なんとなくプラ容器の方が冷蔵庫から出してからの容器の温度の戻りが早いので、私の場合はプラ容器が好きというだけのことです。容器は2週間に1回くらいは新しいものに変えています。少し話が種の完成後の方に行ってしまいました。失礼しました。話を戻しましょう。それでは1回目と同じように再び12から24時間放置します。1日に 1、2 回蓋を開けて新鮮な空気を取り込むようにします。ここで匂いについてです。この時点ではまだ粉っぽい匂いがします。注意点としては、
この辺りでうまくいっているのかどうなのかわからなくなってしまう方がいるのですが、明らかに腐敗臭がする場合や鼻をつく匂いがする場合は失敗なので、初めからやり直してください。そうでない場合は気泡が見えるまでひたすら見守ってください。それでは3回目です。2回目の種が 2,3 倍に膨らんで細かな気泡が見えたら、再び上半分の種を取り除いて次の材料を加えます。約12時間置きますが、この時間はもっと早いかもしれないし、もっと長くかかるかもしれません。粉の種類や気温、季節などによって時間は前後します。繰り返すうちに発酵スピードは速まっていきます。それでは4回目からです。今まで同様に育ったらスクリーニングをして次の材料を加えて再び育てる。これを繰り返します。ここでちょっとしたポイントですが、3回目くらいですごく勢いよく育って一見発酵力が高まっているように見えて、もしかしたらもう完成したのではと思うかもしれませんが、まだですので、最低5、6回目までは粉と水を足してスクリーニングするということを繰り返してください。5、6回目くらいになってくると香りも良くなってきます。発酵が進んでくるとほのかにアルコールの香りのような、なんとなく良い香りになってきます。それでは完成の見極めについてです。新たな粉と水を混ぜて 2,3 時間で 2,3 倍の高さに育つようになったら完成です。また使っている粉の種類や粗さによって気泡の入り具合や育つ大きさは変わります。写真の雰囲気と同じではないこともあると思います。もしも5、6回繰り返しても強い発酵力が感じられない場合は、これまでと同じことを繰り返して見守りを続けてください。管理する温度が低すぎる場合、発酵の進み具合が遅くなるので注意をしてください。それでは 2,3 時間でこのような感じに育つようになれば完成です。これまでは28度くらいで管理してきましたが、完成したらこの先の保管場所は冷蔵庫になります。冷蔵庫から出しては粉と水を加えて育てて仕込みで使う。そしてこのように仕込みで余ったものは再び冷蔵庫に保管するということをこの先ずっと続けていくということになります。今回の動画長いですが疲れていないですか？疲れたら休み見てくださいね。連続で見る方はもう少しで終わるので、もう一踏ん張りです。それではサワー種を使うタイミングについてです。サワー種というパン種は使うタイミングが本当に人それぞれです。私の場合、ライ麦粉で作った種は一晩冷蔵庫で休ませて翌朝に使うことが好きですが、育ったらすぐに使うのが好きという人もいます。なので先ほど作ったサワー種も完成後にすぐに使ってもいいし、翌朝に使ってもいいということになります。例えば仕事がある日で朝一番に仕込んでから出かけたいという場合は、朝に餌やりをしている場合ではないので、前日の夜に種を準備しておいて翌朝すぐ使える状態にしておくという流れになります。またこの写真は種が育った直後のものですが、これを一晩冷蔵庫に入れておいた場合、翌朝に少ししぼんでいる場合がありますが、問題なく使えるので安心してください。そして種の育ち具合についてですが、私の場合は混ぜた直後が輪ゴムのラインだとしたら、だいたい 2,3 倍の高さまで育ったら冷蔵庫に入れるなり仕込みに使うことが多いです。ただこれも絶対この高さという決まりはなくて、例えばこの左の中挽きのライ麦粉で作った種だと 2.5 から3倍ぐらいまで育つと、その後はしぼむのに対し、隣の2つだと3倍以上に育つのですが、私の場合はだいたい3倍ぐらいを目安にしているというか、気づいたらもっと大きくなっていることもあるし、本当に大体で構いません。また夏場だとあえて少し控えめの2倍くらいで冷蔵庫に入れることもあります。
そして先ほど種がしぼむと話したのですが、これまたいろいろな感覚があって、しぼむ寸前、膨らみのピークで使った方がいいという人もいるし、私のようにピークじゃなくてもいいと思う人もいます。粉や種のパワーによっては3倍どころか5倍、6倍と大きくなるものもあるので、こればかりは自分で作ってみて、自分の好みに焼ける種のタイミングというものを見つけてください。それでは最後に、サワードゥブレッド作りをもっと楽しむためのポイントがあります。それはサワー種だけで仕込む日以外に、イーストや発酵生地などを併用することです。また、種に元気がない日などは決して無理をして仕込もうとせず、気軽にイーストを併用してください。そうすることでノーストレスで気楽なパン焼きができます。また、イーストとは少し違いますが、発酵生地もおすすめです。発酵生地とは前日の生地を取っておいたものですが、こちらも発酵力が高まってボリューム感が出るのでおすすめです。それでもやはりせっかくサワー種を使うなら、イーストを不使用にしたいと思う場合は、サワー種だけで仕込んでもいいし、こちらのパンのように多めの発酵生地を加えると、サワー種だけよりは勢いがあって、イーストの併用よりは重めのパンが焼き上がります。そう考えると、組み合わせや量を変えれば可能性は無限大です。サワードゥブレッドが難しいとか奥が深いと言われるのは、こういった数々の理由からです。それではこれで終わりになります。種ができたという方は、ぜひこちらのサワードゥブレッド作りに進んでください。また、イーストを併用した軽めのサワードゥブレッドや、サワー種の使用量を減らし吸水量を増やしたカンパーニュなど、いろいろな作り方があるので、ぜひお試しください。長い時間ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。